政治に関わることでより社会を住みやすく良いものにできるものであると少なくとも小さい頃は信じてて、だからすごい政治にも希望を持ってました。だからそういうものだと本来は思います。今の政治は何とも言えない感じですが今日本の最大の課題の一つが投票率の低さっていうふうに思ってます。やっぱり政治への、市民社会民主主義の第一歩が選挙に行くことじゃないかなというふうに思ってて、なんとなくまず難しいものって考えてたりだとか、あとは自分に関係ないものって思ってたりだとか、政治って実際に選挙とかを通して私たちが運営していくものなので、同世代特に若者の政治参加が今ちょっと滞ってるというか停滞しているので、やっぱり政治に関心がないことは友達と話してても問題だなっていうふうに強く思うし、それは教育があんまり十分じゃなかったり、それから政治が私たちにとってクリーンじゃないし、もはや信用できるものでもないから、なんかどんどん離れていってしまうことがすごい大きな問題だなって思います。本当に一枚かもしれないけど、それがすごく大きな力になると思うので、私なんかちょっと言い過ぎかもしれませんけど、義務化した方がいいんじゃないかと。先進国の中でも選挙が義務になっている国聞いたことあるんですけど、これは普段授業を教えていいと思うことなんですけど、授業みたいな場で政治について教わることとか政治について議論するっていう経験が、ない学生が多いかなと。5年前にスウェーデンの男の子を自宅にホームステイで預かったことがあるんですけれども、彼らと話してた時にも授業で議事選挙っていうのがあって、野党と与党に分かれて議論をする授業があるって言っていて、すごいなと思いました。私はインターナショナルスクールの3歳から5歳児のクラスで働いてるので、子どもたちがもう自分たちで自分たちのルールを作って、自分たちのための自分たちのクラスっていうのを作っていく。それがいつかは理想の社会なんじゃないかなと思ってます。幼稚園の頃から自分たちでルールを決めて、やっていくと。つまり自分たちで何かを変えられるんだって考えてる人たちが多いのかな。模擬選挙の中でジェンダー問題っていうのに注目する機会があって、でそれで実際当事者の方にお話を聞いたら、そもそもこれがジェンダーとして問題として取り扱っていることの方がおかしいんだっていう、それが違うのは普通で当たり前のことであるんだからっていう、その当たり前っていう言葉が自分には響いて、確かにそれって区別してることがまずおかしいよなっていう、自分に心に深く刺さった経験があって、そこから当たり前に認められるべきだっていうふうに感じるようになりました。例えば海洋問題にすごく一番関心があるんですけど、私が話せるんだろうかって思ってしまうことが結構あるんですよ。でもよく考えたらその当事者っていうのは誰のことを言うのかなと思って、そういう分け方をそもそも自分を関係しているしていないっていう考え方をそもそも緩めていくことも大きいと思います。そしたら誰のこともあまりジャッジせずにオープンに話せるようになるのかな、他の人に対してもそうなれるかなと思いますね。もっと当たり前に話せるようになって、気軽に話せるようになって、みんなでむしろ一緒に投票行こうよみたいな風になってたらいいんじゃないかなって思います。当たり前になってるありがたさが日本ではすごく気づけないっていうところが問題かなと思います。民主主義の政治がなくなった時にそれが大事だったんだっていう風に気づくっていうことももしかしたらこれからの人生であるかもしれないから、そのために今ありがたいこの投票っていうきっかけを大事にしたら、親孝行をする時のと同じ気持ちで投票に行ってほしいなって言いたいです。18歳になったら自分も投票します。私も投票します。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 私も投票します。偉そうなことは言えないんですけど、一緒に投票行こうっていうふうに言いたいなって思います。